はい、皆さんこんにちは、ヘイです。今日もヘイズラジオをお届けしていきます。このチャンネルでは、このラジオでは日本語で日本語について、あるいは日本の文化やリアルについて10分程度でお話をしていきます。日本語と英語の字幕もあるので、リスニングの練習をしながらリラックスをして聞いてみていってください。また質問やリクエストなどございましたら、コメント欄や概要欄の Google のフォームの方からお待ちしておりますので、お気軽にお送りください。はい、じゃあちょっと今回はですね、若干過激なタイトルですけど、日本人が差別してるって本当？というところ話していきます。これはですね、非常に難しいトピックです。受け取る側と、その行動をしている側の見解の違いはあるので、どうしてもあるないって断言はすることはできないタイトルなんですけど、これはねちょっとお話をしていきたいなっていうところがあったので、このラジオの中でね、皆さんに紹介をしていきたいと思います。まず日本人っていうのは基本的に例えばどの国だからとか、その肌の色がどうだからとか、考え方、それこそ宗教だったりとか、そういう心情みたいなものをね、何かこう卑下にして差別するっていうことはあまりないと思います。100% ないとは言い切れないんですけど、ほぼそういう人を見たことはないです。で、ただ受け取る側が、例えばですね、アメリカから来られた黒人の方がいらっしゃって、その方が自分はちょっと差別されたかもしれない、こういう言動があったんだよねっていうところを、もちろんやっぱ経験されてる方もいらっしゃるので、そういう方たちにとってやっぱいい体験ではないですし、そういったものってどうしてもね、心の奥底にこう刻まれてしまう大きい傷になりかねないので、ないことが一番の、ベストなことなんですけど、ちょっともしかしたら日本人のこういう文化っていうところだったりとか、こういう背景の影響が大きいかもしれないっていうのを今ちょっと簡単に紹介をします。はい。で、そういう差別と思われる行動が、されてるかもしれないっていう、その裏側、背景にはこんなことがあると思います。まず一つ、日本人が英語だったりとか他の言語に対して、精通をしてない、言ってしまえばもう喋れない、その他の言語を使ってのコミュニケーションっていうところに一切慣れていないっていうのがあります。はい。で、2つ目、これはメディアの報道っていうところのインパクトが非常に強いです。日本のテレビだったりとか新聞、ラジオも含めてですけど、海外の人っていうところにやっぱ慣れきってないんですよ。なのでやっぱ海外の方が起こした事件だったりとか事故っていうところを大きく取り上げてしまう傾向は非常に多くあります。そんなところで、メディアの報道のこのインパクトが強いっていうのは結構大きい要因の一つかなと思いますね。で、3つ目、これ最後に、自分の生活の中での馴染みがない、各々日本人の方たちにとって、地方田舎の方に住んでる方、都市部の方いらっしゃれば、あまり自分の生活の中で外国人の友達がいてとか、外国人の恋人がいてっていう方はまだまだやっぱ少数だと思うので、自分の生きている中で深い接点を持っている方がほぼ日本人で占めているっていうところはやっぱ大きいかもしれません。はい。この自分の生活の中で馴染みがない、やっぱこの3つだと思いますね。で、最初のうち僕も結構聞きました。外国人の方、英語が俺わかんないからちょっとなとか、外国人の人と喋ったことないからどうしよう、
とか、テレビで見たけど外国人の人って大丈夫なのとかってね、ホステルを始めてかれこれ6年ぐらいですけど、やっぱ近所の方からの心配の声、不安の声もありましたし、そんなこんなでね、ただうちのゲストさん7割くらいが海外の方なので、近所のご飯屋さんだったりとか温泉に行くこともしばしばあるんですよ。でそうするとどうでしょう。まずこの近隣の方とかはもうやっぱ日々の生活の中、ご飯屋さんに行っても海外の方がいらっしゃる。どこかね道に迷っていそうな海外の人をこう目の当たりにする機会も多いってなってくると、もう全然抵抗ないんですよ。もう英語が喋れなくても関係ない、いざとなれば携帯出せばどうにかなるもんって言ってるご年配の方もいらっしゃるぐらいです。でご飯屋さんでお店の方だったりとか常連の方とお会いすることたまにあるんですけど、ねえお宅のお客さん最近来たよとか、こんな話してねすごい盛り上がったんだよとかっていうのをすごい気さくにしてくれて、で当の海外からのお客さんも常連さんの人と話して、こんなところをね紹介してもらったんだとか、明日車に乗せてもらってここに行く予定なんだっていうのを教えてもらうこともしばしばあります。なので、正直やっぱ自分の生活の中でその、海外の方と一緒にねお話ししたりとか、何かコミュニケーションをする機会が多いよっていう方はイメージも全然やっぱ違いますし、テレビで見た内容と全然違うじゃんと、割とその先入観にとらわれてしまってたよみたいなことも聞いたことがあったので、もしかしたら日本人の中でも海外の方とのコミュニケーションに慣れてない、そういう機会が少ないよって人は少し敬遠してしまうところもあるのかもしれないので、まだまだね日本っていうのは他の国と比べて多文化共生が進んではいない、発展してはいないので、そういうところもあるのかもしれません。ここでこのラジオの中でねちょっと一番伝えたかったところは、日本人っていうのはこう無限にこの国の人は嫌いだとか、この人はどうだこうだとかっていうところは特になく、ただ純粋にそういう人とのこうコミュニケーションに慣れてない、自分の生活の中で外国人とコミュニケーションを取る機会がないよっていうところが一番大きい要因だと思うので、僕のこのチャンネルの中のいろんな動画だったりとか、このラジオの中とかでも言ってるんですけど、もちろん日本語は難しいっていうのはもう重々承知でよく分かってることなんですけど、流暢じゃなくても日本語で喋りかけてきてくれる人に対しては一気にこうバッとオープンになります。日本語で喋ってきてくれるっていう感謝の意味と、自分もじゃあ伝えたいことを日本語で話せるっていう安心感がどうしてもあるので、日本に来る際は日本語を覚えておいても決して損はないですし、むしろ何十倍も日本を楽しめるし、いい経験をできると思ってますので、このラジオの中で伝えたかったのは言語っていうところですね。言語を一つ完全に習得しなくても、そこを、積極的に使っていこう、じゃあ日本語を使ってコミュニケーションを取っていこうっていう気持ちは日本に来る上でとっても大事で、すごい効果があることなので、そこを加味して考えてほしいなっていう気持ちがあります。差別はねあるないとは完全に言えませんけど、こういう背景がありますよっていうところと、それをある程度こう払拭というか、完全になくすことはできなくても、こういうことがあることによって、こういうことをすることによって、実はこういうところでこんな効果がありますっていうところをこのラジオの中で紹介させていただきました。はい、ちょっと長くなっちゃいましたね。すいません。ついつい熱くなってしまいました。はい、僕はですね本当に日本の文化だったりとか、日本のこの今のあり方
をいろんな国のいろんな人にこう見て、聞いて体験してほしいなっていう気持ちが非常に強くあるので、そんなにこう日本を褒めちぎってもう強制的に日本に来てもらおうなんてことではないんですけども、もし少しでもこう興味があったりとかそういう機会があるよっていう方がいれば、そこでアドバイスか、何かこういうの気をつけてなんていうのを言えたらいいなと思って、こういうラジオだったりとかでお届けしております。今回のねラジオに関しては皆さんの意見だったりとか体験は特に求めません。なぜかっていうと、やっぱその差別とかっていう難しいトピックに関してやっぱ賛成反対、こうだったっていう経験を掘り起こしたい気持ちももちろんないですし、やっぱ嫌な経験であればそれをこうあえてまた出すことによって傷がさらに深くなってしまうのではないかっていう懸念もどうしてもあるので、これに関してはですね、皆さん胸にしまっておいてください。日本人のヘイという人間はこういう考えを持っていて、日本人って割とこういうふうに考えてんだ、こういう背景があるんだなっていうところだけ、知識としてしまっておいてもらえればもうそれで十分です。はい、さらに長くなってしまいましたが、今回のラジオは以上になります。はい、ではまた次のラジオ動画でお会いしましょう。ではさようなら。